着いたはいいですが、今度は父さんたちを探さないといけませんね。そんな時はギルドですわ。又回到冒险者公会了。但我感觉应该，とりあえずパウル可か能保罗ギースのことを找不到聞いて。みますわよ。聞けばわかるでしょうか。ギースはこういうところに情報網を張っていますから、名前さえ言っておけばあとは向こうでと、その必要もなさそ哦，うです基わね。斯，なあ頼むって。我以为他也跟保罗一起去行动了。ギースおお、エリナリーズじゃねえか。遅れましたわね。なことはねえ、むしろ早すぎ啊，るぐらいだ。确实，っていうか、手紙出したのはまだ半年前だぜ。あ、もしかして手紙見てねえか。そのことは後で話しますわ。ゼニスの方はどうなっています？芳しくねえ、正直な。まあこっちも詳しくは後で話そう。とりあえず父さんのところに案内してください。おお、なんだ先輩だよな。啊，过很久了，确实，でかくなったな。都结婚生娃了呀。代わりのないようで。やめろよこそばゆい。新入りでいいっての。あら、随分と仲がよろしいのね。なあよ、啊哈哈，一緒に牢屋に入ってた仲だからな。なあ先輩。ああ、懐かしいな。と思い出話をしてる場合じゃねえな。パウロのところに案内するぜ。感觉整个情况跟我想的不太一样。我以为杰尼斯已经是那种要濒死的状态了，但是感觉大家好像虽然很急，但是也没那么急似的。いいが、パウロも相当参ってるからな。エリナ每リーゼよ、次陆地都是去见憔悴的保罗。今回はちっとばかし抑えてくれ。約束できかねますわね。先輩もだ。前みたいな喧嘩はやめてくれよ。はい。哦，哦，这是之前那个。旦那様、ルーデウス様がおいでなさいました。保罗，他可能是不是无能为力呀？ルーディ、夢じゃねえのか。本物ですよ、父さん。お久しぶりです。来てくれたのか。早いな。少々特殊な移動方法で来ました。帰りに話すことになると思います。ま、お前ならそういうこともあり得るのか。ルーディ、他手脚怎么了？父さんはな、ダメなやつだ。母さんは助けられないし、自分で決めたことも守れねえ。親としてお前にも何一つしてやれねえ。ダメなやつだ。来てよかった。パウロがこんな他对状態なら鲁迪如此それだけで俺が来た袒露意味もある。心扉了，这次。安心してください。俺が来たからにはもう大丈夫ですから。ルーディ、お前大きくなったな。大きくなりましたよ。もうすぐ子供も生まれるんです。哦，あとは俺に任せてゆっくり休んでください。子供？お前本当に立派になったんだな。父さん、こんなダメな父親でごめんな。子供の頃あんなに大きかったパウロが今は小さく感じた。他这样帮助鲁迪的时候，尤其。父さん、エリナリーゼさんは助けに来てくれたんです。父さんと顔を合わせたくないのを承知の上で。保罗怎么突然感觉有点年轻啊？エリナリーゼ。何ですの？あの時は悪かった。私にも非があったと思ってますわ。即使这样，艾丽娜也是来帮他们了。
しましてパウロ。でもお前よく我慢できたな。もしかしてルディとやっちまったんじゃねえだろうな。まさかクリフの魔道具で何とかしましたわ。どれだクリフってのは。私の旦那ですわ。はあ、丹お前娜，に旦那ってそんな物好きがいるのかよ。どういう冗談だよそりゃ。他又开始了。言い過ぎです。クリフは俺の尊敬できる友人ですよ。マジか。悪かったな。今度紹介してくれよ。ええ、あなたよりよっぽどいい男ですわよ。何にせよ保罗是不是什么骗了エリナリーゼ艾丽娜的感情？以前よく来てくれた。家族なら当然です。感謝はこれからですわ。状況を説明する。ギースの情報によると、ゼニスはここより北に1日行ったところにある迷宮に囚われているらしい。6年。就是之前那迷宫啊，わからん。所以他不算是真的在探险。わからん。数年前その迷宮で消息を絶ったパーティーにジェニスらしき人物がいたって話を聞いたんだ。さらに最近になってジェニスを迷宮の中で見たって話もある。その迷宮ってのが幻象吗古くて厄介でな。この1年迷宮探索のプロが4人も集まって半分も攻略できてね。情けない話だ。哦，所以应该还不是那种马上要死哦。他们以前的もしやお前さんが跟パウロの艾丽娜息子か组队的那个，はい。はじめまして、ルーデウスです。タルハンドだ。話に聞いていた通り利発そうな男だな。全員揃ったところで話を続けるぞ。いいか。お、全員？ちょっと待ってください。ロキシー師匠はどうしたんですか？也在迷宫里吗？嘘でしょ。ロキシは1ヶ月前迷宮で罠にかかって。死んだ。不可能，应该还没死。聞きたくない。だって彼女は一人で迷宮を踏破できる実对啊，力者で他那么厉害。水曜級魔術師で俺の恩人で聞きたくない。いや、転移魔法陣を踏んで行方不转移明になった。魔法阵，まだ死んだと決まったわけじゃねおいパウロ、そりゃ無理だ。いくらロキシーでもその確率は。いや、ロキシーは魔術師としては規格外じゃ。生き延びておる可能性もある。但是他们也进了转移魔法阵啊。もう見つからねえんだぞ。すみません。話の腰を折ってしまいましたね。その迷宮というのはどういうところなんですか？難易度 S 級。ここらでは最悪の迷宮の一つ。転移の迷宮だ。不断的转移，ちょっと待っててください。是龙神的迷宫吗？ここに転移の迷宮の奥深くまで侵入した冒険者の手記があります。何かの役に立ちませんか？なんでこんなものを。大学から借りてきました。ギース、確認してくれ。じゃあ読ませてもらうぜ。さすが先輩だ。これに書いてあることが本当なら第6階層までは攻略できたも同然だぜ。本当か？ああ、知りたかったことがほとんど書いてら。よし。写这个的人不会就是创造迷宫的人吧？決めていくか。おう。这样又可以把 Loxy 和 Janice 一起救下来了。そうですね。旦那様のいびきがうるさかったら遠慮なく申し付けください。はい。時にルーデウス様、何でしょうか？アイシャは艾夏有点太切实际的旅行了。頑張ってますよ。ルーデウス
様のお莉莉娅总是在ようなことはござい操心ませんか？这些。何も家事も全部してくれてますし助かっています。そうですか。わがままを言ってなければいいん任です性一点也が、没关系啊少。しぐらいわがままを言ってくれた方が俺としては楽だったかもしれませんね。何ですか父さん、さっきからニヤニヤと。いや、なんかいいなって思ってな。何がですか？ルディがよ、きちんと大人になってリーリャと話してるって光景がさ。そういやルディ、子供が生まれるとか言ってたな。実は魔法大学に在学中に結婚したんです。結婚？誰と？哦，爱丽丝。シルフィーと魔法大学で再会できまして。シルフィ？ブエナ村のか？生きていたのか？ええ、彼女は彼女で大変そうでしたけどね。そうか。結婚、子供、孫か。すまなかったな。俺が不哦，甲斐ない别せいで这样。父親になろうってやつをこんなところまで呼び出して。いえ、申し訳なく思っています。母さんが見つかってもいないのに自分だけ。诺伦就是这么斥责他帰ったら。みんなで盛大にお祝いしなきゃいけねえな。はい。何せ父さん、初孫ですよ。パウロおじいちゃんです天呐，よ。他们越这么说，越觉得可能得不到宠剧了。子供ができたってことはルディ、お前も男になったってことだよな。旦那様、あまり下品なことをお聞きになるのはどうかと思いますが。いいじゃねえかよ。俺はな、ルディとこういう話を一度ぐらいはしてみたいと思ってたんだよ。父さん、そっちのことに関してはちょっとばかし自信があるんだ。何でも聞けよ。そうですね。じゃあいくつか聞きたいことがあるんですが。まったくルーデウス様まで。リーリャもこうは言っちゃいるが、あっちの方となると激しくってな。旦那様。そういや、いつかの時だってリーリャの方から誘ってきたんだからな。その時の話詳しくお願いします。ルーデウス様まで。三子都还没救出来呢。ルディ、打ち合わせ通りに。这衣服，Trigger。皆様、ご分を。よし、行こう。パウロよ、お前の息子は便利なものを持鲁ってきよる迪绝对是非常自慢の息子だからな。强的战斗力了。魔法陣を踏むとどこかに飛ばされてしまうので避けて歩く。しかしたまに光らない魔法陣もあるので注意が必要でしたね。そうだ、ギースの足跡をしっかりと踏んでいけよ。魔物だ。鲁迪这表情。まあ、このぐらいなら楽勝だな。ほんと余裕だな。うざい。俺にかっこいいところを見せたいとか思っているのだろう。戦うパパがかっこいいのは分かってるから油断はしないでほしいものだ。パウロ、さっきから前に出過ぎですわよ。私が前でしょ。第一階層ならそう変わりゃしねえだろうが。私はともかくルーデウスは迷宮自体が初なんですから、大人として見本を見せなさいな。だからその緊張をほぐしてやろうと会話の機会を伺ってだな。嘘をおっしゃい。今のあなたからはゼニス表現欲爆棚の浮ついた空気を感じますわよ。いや、まあそれを言われると弱いけどよ。なんだお前、随分と口やかましくなったんだな。当たり前ですわ。パウロは息子も儿子ですから叱りもしますわ。毕竟很长寿了。なあルディ。実は知らないうちに親族になっているんだ。パウロよ。あそこが第二階層への魔法陣だ。敵が邪魔ですね。行くぞ。よいか。
は使うな。なぜですか？火を使うと部屋の中に毒が充満しよる。特に階層が深くなると注意が必要じゃ。毒とはおそらく一酸化炭素中毒のことだろう。それから天井を攻撃するのもご法度じゃ。理由はわかるな。洞窟が崩壊するかもしれないからですね。そうじゃ。じゃからあまり水も使わない方がいい。なるべく太帅了，姐姐！さすがロキシーの弟子じゃな。但是 Loxy 居然被困住了，这让我很担心。这迷宫肯定有很厉害的地方。こっちで問題なさそうだ。よし。哦，这些蜘蛛应该就是刚刚在书里面出现的那个蜘蛛。我这好像就过关啊，到下一个关卡。よし、ここで一旦休憩だ。这上面层还比较容易。どうしたルディ？お前も早く済ませろ。はい。それにしてもパウロが静かだ。第一階層の時はこうした休憩ごとにどうだとかなんとか聞いてきたのだが、さすがに第二階層ともなると真剣さが違うな。ダディがクールだ。先輩、もうすぐ第三階層だ。本の通りなら転移罠は同じ階層にしか飛ばされないらしい。運が良ければロキシーはまだその辺りにいるかもな。はい。もっと何日もかけて潜るかと思っていました。基本はそうだが、今回はお前が持ってきた本があるからな。手探りで進むのと地図を使って進むのでは違って当然か。ここからが本番だ。まずはロキシーを見つけるのだ。先輩よ、勘でいいんだがロキシーはどの辺にいると思う？勘って。どうした？なんだルディ？有机关吗？どうしたんですの？在墙里边吗？就另外一个世界。Loxy，落ちる雫を散らすめし、世界は水で覆われ。哦，好帅呀！天より舞い降りし青き女神よ、その尺状を奮いて世界を凍りつかせん。アイスクルフィールド。島の王、大いなる雪原の覇王、純白をまとい一切の熱を刈り取る霊の王、死を司りし冷たき王が凍てつかせん。ブリザードストーム。一个接一个的。哦，这魔法阵不断的在传这种，哇，真的好像那种游戏。やっぱりダメですか？他一个人都要耗尽力量了。焦げたる剣を持ちて敵を切り裂かん。フレームスライス。荘厳なる大地の鎧をまとわん。ハースフォートレス。太多了，主要是。死にたくない。助けて。哦，Loxy。这鲁迪肯定发现了，要过来了吧？
徒弟来救你了。よかった。很久之后的重逢了。所以鲁迪应该就是发现是在墙壁另一侧，他可能发现就是那墙壁里边有些动静之类的，然后他就穿进去了。最后 Loxy 跟这个鲁迪重遇，真的又让我想到 Loxy 之前说过自己就是梦中情人吧，就是这种可以在迷宫里就是一个英勇的迷宫的这个冒险者，然后这样救他什么之类的。鲁迪也是完全的感受到他这个女神的这个存在的气息吧，找到了 Loxy， 他们俩这样命运般的重逢，真的让我挺担心就是西鲁菲的。虽然一路上鲁迪还是把持住了，但是之后真的就不好说了。感觉 Loxy 可能对鲁迪，尤其是长大后的鲁迪，会不会有一些其他的这个情感情愫。鲁迪和保罗在很多方面真的很相似了。保罗他自己也没有信守承诺，就是还没有救出詹妮斯，然后还是跟莉莉娅就是上床什么的。这不会也是要之后平行对应到鲁迪之后回到西鲁菲身边之前跟其他的女生，但是也不一定吧。但是只能说就是人还是不太能这么快改变。诺言都说的会很好听了，但是我觉得诺言这种东西就图一乐吧，可能有时候就是还是不可能做到的。我也很高兴就是进入到一个新的篇章吧，就是这种要去迷宫救人的故事情节的设定我还是挺喜欢的。而且多亏了就是当时菲兹学长就是介绍的这本书，这本书简直就是那个通关手册一样，也让我想到福威廉他们当时在迷宫里面考试的时候，有一些考生他们走的那个路线可能就是会遇到很多危险，但有些路线他们就会更加的安全嘛。鲁迪他们这个应该就是最便捷的那条路， Loxy 呢就是那种不慎走入魔法阵式陷阱的这种冒险者，而且 Loxy 就是完全在里面待了一整个月，不会就完全是不断的在跟这些魔物打，这魔物就源源不断的来，其他冒险者绝对1个月内就死在里面了。没有水没有食物的这种环境下，鲁迪保罗他们还是非常幸运的，是有一群伙伴在帮助他们救出他们的家人，就一路以来都是这样的。不仅是 Loxy， 然后呢还有像艾丽娜，她跟保罗应该是可能有过之前有一段关系吧，看样子是艾丽娜真的是有过付出真心给保罗的。包括还有基斯，然后西鲁菲其实也在冥冥之中帮了他们，因为他有那本书嘛。就是为什么詹妮斯他就是不断有不同的人看到詹妮斯在这个迷宫，但是他本身不是应该困在了底下6层吗？不至于很多冒险者都到6层看到过吧，所以这不会就是有一些什么幻术之类的。而保罗他也在这1年期间就是不断的去试图救出 Janice， 但是就是这些消息都从来没有传到过鲁迪那儿，却在这个时候被基斯写信告诉鲁迪。但是明显保罗是也可以自己写信给鲁迪说 Janice 的情况的。我原本以为基斯和保罗都不在一个地儿之类的。我虽然比较难攻克下这个迷宫，但是他看上去并不是第一时间就是说要找鲁迪帮忙的，他可能想自己先去克服，然后自己去解救家人。但正是因为基斯的这封信才让鲁迪就是动摇了，就是在要去做一个选择嘛，就总感觉这其中可能是有一些谜点的。虽然现在看到鲁迪来到保罗身边，然后能成为一个非常强大的力量去解救家人，但是我觉得就是人神他的这个告诫肯定还是有的，就是为什么之前就劝鲁迪不要去，这次鲁迪违背了人神的这个建议，后悔还没有到临的时候先享受这一刻他们的这个重聚。这一集其实保罗给我非常非常多的感触吧，就是之前他跟鲁迪第一次那次重聚的时候，真的能感受到保罗对鲁迪是很复杂的一些情感的。虽然鲁迪是他儿子，但是保罗他其实是有那么一些感觉像是自卑的心理吧，就是觉得鲁迪非常的优秀，就天资聪慧，但是自己呢非常的不中用啊，或者说是失败的父亲啊等等。但是在这一回重聚，我觉得就是保罗他已经坦然的面对了自己在鲁迪面前的这种不足感，是直截了当的表达了就是他对鲁迪的这个思念，然后抱住了他，很高兴鲁迪能加入他们成为一股力量。保罗他不是一个完美的父亲形象，就是他也遵守不到他的诺言，然后他也因为自己能力的不足救不出他鲁迪的母亲。
但是又显得这么的真实吧。不管是他的憔悴，还是他后面在迷宫里面想展现出自己帅气的一面，真的是一个很复杂但是又很生动的形象。我非常喜欢一幕，就是他躺在床上，就是笑眯眯的看着鲁迪的时候，不知道为什么那一幕的保罗让我突然想到了，就是在魔法考试篇章，福莲有一次坐在床上，就是笑眯眯的看着其他的一些年轻人就是嬉笑的那个场景。这是保罗憔悴这么长一段时间稍微有一点的慰藉吧。很喜欢这样子就是温暖的温馨时刻吧，但是就是他们越这么温馨我就越担心，但是此刻这么健全就让我更加的担心了。尤其是这种出发前作战前的 flag， 我们一定要重聚之类的。不管怎么说，陆迪此刻一定是没有后悔能来到保罗的身边去寻找家人的。莉莉娅说的话也让我很揪心，一看就是她把艾夏教成这个样子，时刻都是在操心有没有服侍好自己的姥爷，觉得艾夏不要撒娇啊之类的，一定要尽好自己的本分。艾夏也是太懂事儿，太听她妈妈的这些教导。其实鲁迪应该当时还是别答应他去做全职女仆的，不然他怎么去跳出这个怪圈？离开莉莉娅应该是对艾夏一个教育环境的改变，可能是能帮助到艾夏的成长。鲁迪也是长大了太多了，如此的沉稳可靠，也难怪 Loxy 就是最后会有一些动心的那种。主要是 Loxy 他被困在那里真的也太窒息了，就甚至最后的武器，就最后的希望也这样没掉了。这时候出现的这个人不管是谁，我觉得对于 Loxy 都会是一个很心动的时刻吧。如果没有这个人出现的话， Loxy 可能就会死在跟这些魔物的战斗里了。还有一个比较让人在意点，就是这个探险者手册到底是谁写的吧。如果真的他是一个探险者的话，那他首先非常非常厉害，毕竟他得先通关，他才能写出这些攻略吧。感觉应该也是非常熟悉这些魔法转移啊之类的。不知道就是这个魔法转移灾难跟这个魔法阵会不会也有一些直接的关联。如果这本书有任何的逆端的话，比如说基斯没有看出来，或者说基斯不知道的话，那他们这个路线未必能走到他们想要抵达的地方，觉得还是有挺多不确定性的吧。纵使鲁迪再强大，这一回肯定也无法那么顺利的就是突破。我还是很喜欢这种冒险的故事的，虽然学院篇我也非常喜欢啊。这是不是要结束啊？我们下期见，拜拜。